皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢についての話をしていくのですが、ここ最近のロシア軍はかなり不穏な動きを見せています。これまで見られてきたような核の威圧といった少し概念上の戦略だけではなく、実際にやりかねない、いわば焦土作戦をウクライナで行うかもしれない、そのような危険性が高まっているのです。今回の動画においては、そうしたウクライナ情勢について解説するとともに、どのような衝動作戦が行われることが危険視されているかご紹介していこうと思います。それでは早速地図を使って全体状況から見ていきましょう。こちらは戦争研究所の発表している地図で、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、水色の部分がウクライナ軍が奪還した地域です。丸1が南部戦線で丸2が東部戦線、そして今回はウクライナ第2の都市ハルキウの北クルスクについての話も少ししようと思います。戦争研究所の分析では、ドニプロ川西岸地域にいるロシア軍は撤退の準備を進めていると報告しています。それはあくまでも撤退の準備であって、撤退の開始とは少し意味合いが異なることは注意しなければなりません。実際にロシア軍は目立って撤退しているわけではないので、ウクライナ軍の奪還地域が大きく広がっているというわけではないのです。ではどのような兆候が現れているか。まずは船などを使って地域住民を強制移住も含めた避難を開始しています。また、物流などもほとんど止まっていることから、ヘルソン市内のスーパーなどの棚はほとんど物がないような状況になっています。少し変わったところでは、ウクライナ軍が奪還した時には銅像が破壊されるだろうとして、帝政ロシア時代の軍人の像をロシア軍が持ち去ったという話があります。銅像を偽ぶしてお金に換えるというのはちょっとめんどくさい話ですから、兵士が個人的に持っていたというよりは軍の命令で持ち去ったのでしょう。その他にもドニプロ川西岸地域においては医療関係者らが川向こうへと避難するように強制されるという話などもあり、地域全体の住民や行政機関、医療機関などありとあらゆるものが物資だけではなく人も移送が進んでいるような話が出ています。一つ注意しなければならないのが今ノーバカホフカのダムを破壊するのではないかといった話が出ています。これは誰が破壊するか、その犯人として挙げられているのはロシア側はウクライナ軍が破壊すると言い、ウクライナ軍側はロシア軍が破壊しようとしているとそれぞれ言い合っています。注意しなければならないのはウクライナ軍はノーバカホフカのダムを攻撃してきました。しかしダムにくっついている橋の部分をピンポイント攻撃しているのであり、ダムの構造物それ自体を攻撃しているわけではありません。ハイマースによる攻撃は GPS 誘導装置が非常に精巧なものであり、狙ったところから数メートルと誤差のないところに着弾することができます。これまで何度となく攻撃し、それによってウクライナ軍は正確に狙えるぞということを証明していますので、ダムを攻撃することはありえないと言えるでしょう。ダムをもしも破壊してしまった場合においては、下流地域において洪水が発生します。ウクライナのゼレンスキー大統領は洪水による被害は80もの町を飲み込んでしまうと発表しており、同時に水位が下がることによってザポリージャ原発の冷却水の取水がうまくいかなくなるということも発言しており、洪水が起こるだけではなく、それに付随する形での第2の災害といったものも懸念されています。これ以外にも言及しなければならないことがあります。ここ最近ロシア側から出ている話として、ダーティーボム、汚い爆弾をウクライナ軍が用意しているんだといった発言が出ています。これは放射性廃棄物質、いわゆる放射能で汚染されたものを爆発物に付随する形で拡散させるといった行為です。その周囲において人の立ち入りができなくなるわけですから、その地域全体を国土としては死なせてしまうものです。それ以外にも懸念されているのが毒ガス攻撃で、現在のウクライナ軍は全部隊に毒ガス兵器に対する備えがされているわけではありません。ですからドニプロ川の西岸地域にいる住民など一気に引き上げさせた後で、ウクライナ軍が入ってきたところに毒ガス攻撃を行い、改めてロシア軍が反撃する、そういった可能性もあるのです。その他にも戦術核を使うという可能性もあります。ロシア軍が進めているドニプロ川西岸地域からの人や物の大量の輸送といったものは、そうした焦土作戦やさらに卑劣な攻撃手段を用いるその前兆現象かもしれないと懸念されているのです。さて、全体の戦況地図へと戻ってきました。2番の東部戦線において戦況は膠着しています。ウクライナ軍の電撃作戦によって大きな領土奪還は果たしたものの、その後の混乱状態からロシア軍は立ち直って守備ラインを固めることができているようです。
一方でウクライナ軍も今は攻め急いではいないようです。奪還した地域においては社会インフラがかなり破壊されており、軍の兵站も整備しなければなりません。また、これから秋から冬へと変わるこの時期において、いかに有利な場所に陣地を構えるか、冬への備えというのも始まっているようです。そして、これまでに見られなかった動きを最後にご紹介しましょう。これまで戦場になっていないウクライナの北部ロシア側の地域において、ロシア軍が陣地を構築し始めたという話です。かつて第二次世界大戦の時にかなり激しい戦いの起こっていたクルスク。このクルスク州において国境沿いに陣地構築というものが始まっているというのです。想定される陣地の長さは400キロにも及びます。もちろん、この領域において全てがっちりと堅固な塹壕や守備陣地を築くというわけではないでしょうが、これはかなり無駄な労力やお金のかけることとなるでしょう。ウクライナ軍は別にロシア本土へとどんどんと攻め込もうなどという考えは今のところ全く見せていないからです。ロシア軍の発表した陣地の作り方は、まずはコンクリートブロックで基礎となる部分を作ります。土木機械などで穴を開けたら、そこにコンクリートブロックを差し込んで、あとは塹壕を掘っていくことによって守備ラインを構成しようというわけです。このやり方それ自体はヘルソン州の陣地でも同じようなことがされており、コンクリートブロックの中にいればドローンによる小型の爆弾や手榴弾などからは身を守ることができます。このコンクリートブロックの上にさらに土をかぶせていけば、砲撃などにもかなり耐えることができるでしょう。続いて、ウクライナに対する支援。来年に向かっての話も進んでいます。ウクライナに毎月2200億円の援助。EU が協議。EU の行政執行機関、欧州委員会のフォンデアライン委員長は23日までに、ロシアによる侵攻が続くウクライナを支援するため、毎月日本円で2200億円の財政援助を提供する計画を話し合っていることを明らかにした。財政援助はエネルギー源、食料や飲料水など日常の必需品の確保を進めるためとした。この計画が実施された場合、ウクライナ向けの資金援助は来年総額で 2.6 兆円に達するとも予想。ウクライナにとって安定かつ信頼でき、当てにし得る歳入源になるともした。フォンデアライエン委員長は、この計画は現在、提案の段階にとどまっており、EU 加盟の27カ国が実行に移すための財源の捻出方法を模索するだろうと述べた。このため加盟国の財務省に適切な仕組みの構築を委ねたとした。来年の財政援助計画について、頼れる歳入源があることがいかに重要であるかを EU 側が承知していることをウクライナに伝えることは大きな意味を持つとも強調した。支援するよという話になった時に財源をどうするんだというのは当然のように考えなければなりません。ウクライナ支援にロシアの凍結資産の活用。バルト海のエストニアのカラス首相は21日、EU はウクライナを支えるため、制裁措置の一環として凍結したロシアの約44兆円超の外国資産を活用すべきだとの見解を示した。ベルギー・ブリュッセルで開かれた EU 理事会に出席した際、記者団に述べた。また、SNS 上で EU が侵略者に代償を支払わせることに動くべき時期となったとも主張した。カラス氏は、第2には、我々は明確に侵略の犯罪への法的な対応を協議しなければならないとし、異なる法廷を設置し、この戦争犯罪の関与者を裁く法とも協議しなければならないと強調した。ウクライナの南部戦線ヘルソン州においては、ドニプロ川にかかっている橋をハイマースなどによる攻撃で使えなくしています。これに伴って補給は船を使ったものに限られているために十分な量を供給することが難しい状況です。全体状況から言えばドニプロ川西岸地域で踏みとどまって戦い続けることは常にロシア軍にとって不利になります。この構造それ自体は今のところ覆せるような状況ではありませんから、どこかの段階でこの地域から撤退することは軍事上は正しいと言えるでしょう。もちろん私としてはそのような正しい選択はしてほしくはないわけですが、残念ながらロシアの新しい司令官はそのような正しい決断をしようとしています。ただしその決断に伴って行われているのは撤退という名の強制移住であったり、現地からの略奪を推奨するようなことが行われているために、とてもまともな神経をしているとは思えません。また、そのようなことからも想像しなければならないのは、今後この地域からロシア軍が撤退するにあたって、今回紹介したような毒ガス兵器を使ったり、ダムを破壊したりするといった、ロシア自身も傷つくような行為をするかもしれないということです。今のところロシア側としてはそのような何かした時には常にウクライナ側が準備していたと予告をしているような状況です。
ウクライナ軍がダムを攻撃してきたんだからこれからも破壊するだろうであったり、汚い爆弾をウクライナ軍が用意しているんだということをふっかけてみたり、この辺りの発言というのは常にロシア軍がそのような準備をしているんだぞと布告しながら、その責任は常にウクライナ軍側になすりつけるぞと宣告しているわけです。この点は非常に警戒しなければなりません。なお、ノーバカホフカのダムを破壊した場合においては、この地域だけではなくクリミア半島の人たちも水にかなり苦しむこととなります。そもそもクリミア半島の水源として、この地域から水路を使って淡水を引いてきたことが非常に大きな頼りになってきました。だからこそ、ロシア軍はこの地域に真っ先に攻め入って、この地域を何としてでも自分たちの手中にしたかったわけです。しかし、自分たちの手に入らないのであれば、全てぶち壊してしまえという破滅的な思想になっていたとしても、不思議ではありません。少なくともそのような理性的ではない行動といったものは最初からロシア軍側の方にはいつもあったのですから、今回だけ理性的な行動をするとは限らないわけです。また、理性的ではないと私が判断しているもう一つの話、クルスク州において陣地構築を始めたロシア側としてはかなり本気なのでしょう。これまでのウクライナ軍の動きを見れば、別にモスクワを目指して進軍しようとしているわけではありません。ですからこのようなクルスクに守備陣地を築くということ、それ自体が全くの無駄に終わるでしょう。また、たとえウクライナ軍がモスクワを目指す日が来たとしても、わざわざ作られた陣地を攻撃するなどというバカなことはしないでしょう。例えば、第二次世界大戦時において、ドイツとフランスの間にマジノラインという守備陣地がありました。フランス側は、ドイツ軍がもしも攻めかかってきたら、もうこれを完璧に撃退してしまおうとして、重厚な要塞を築いたのです。そして第二次世界大戦時、そのマジノラインが少しでも役に立ったかといえば全く役に立ちませんでした。なぜならばドイツ軍はマジノラインを迂回する形で進軍を行い、あっという間にフランスのパリ入城を果たしたからです。今回の場合においてクルスクにおいて400キロの守備陣地が築かれたとしても、それ以外の場所からロシア領に攻め込めば別に問題はないわけです。このあたり、ロシア側のやっていることはとにかく支離滅裂だなと思うばかりです。一方で、ウクライナ経済は非常に厳しい状態にあります。そもそもの話としてウクライナは経済的に豊かな国ではありません。それはロシア軍の侵略を受ける前からの話です。ましてや今の侵略されている状態であれば、経済を回せているわけではありません。ロシア側からの砲撃やミサイル攻撃といったものも、今でも様々なところに行われていますし、社会インフラに対する攻撃は常に頭を悩ませる問題です。ここ最近では、特に電気やガスといった一般国民の生活を脅かす攻撃というものをロシア側が繰り広げていることもあって、外部からの援助といったものが今のウクライナにとっては非常に重要な時期です。EU がこれを何とか支えようとしているわけですが、そもそも論として多くの国々の国民たちにしてみれば、税金を使ってどこまでウクライナを支えるかというのは非常に議論が白熱するところです。特に経済的に苦しい国においてはそんな余裕はないと多くの人たちが考えるのも自然な流れです。そこで出てきているのが、そもそも侵略しているロシアが悪いのだから、ロシアの資産を今は凍結しているだけだが、これを接収して使えばいいじゃないかという話です。資産凍結イコール接収ではありません。あくまでも口座から動かすことを禁止しているだけなので、各国の国民感情を考えれば、侵略している側に対するペナルティとして、こうした凍結した資産を接収し、これを活用してウクライナ側の支援に充てるというのは、私はアイデアとしては非常に良いと思います。国際法学者などは、こうした資産凍結以後において接収するまでは様々な問題があるということを提起していて、すぐにはうまくはいかないようです。しかし、私の考えとしては、今できないのであれば、そうしたことができるように各国で法律を整備すればいいじゃないかと思う方なので、議論している間に法案を書いてさっさとそれぞれの国で可決・成立させてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたは私の話を聞かれて今回どのような感想を持たれたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。また、今回初めて動画を見たという方はぜひともこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。私の話を聞くことで頭の中を整理するのに役立ててください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。